スタバコラボ、めっちゃ滑らかな書き味。集まれ文具ラバーズ。皆さんこんにちは。集まれ文具ラバーズチャンネルの宮崎です。今日はこちら届きました。スターバックスかき盛りコラボ限定つけペンの登場です。実際に開けてどんな書き心地か、どんなビジュアルか見ていきたいと思っております。ぜひ最後までご覧ください。はい、では早速見ていきたいと思います。実は私スターバックスのオンラインショップ注文したの初めてなんですけど、こんな可愛いボックスで届いてすっごいテンション上がりました。これは桜の時期限定のパッケージだと思うんですけど、また夏とか秋とか冬とかはそれぞれに合ったパッケージで届くのかなと思ったり、すごくワクワクしました。そして一周ねちょっと回って和な桜柄ですね。そしてここから開けていきたいと思います。全部ピンクの印刷、めっちゃ可愛い。で開けるとですね、この上に何やら2枚ちょっとピラピラの包装紙みたいな薄手の紙が入っていました。これは何でしょうか。桜の花びらがいっぱい印刷されてるんですけど、包装紙かな、梱包材かなと思いつつ、めっちゃ可愛いので何かに使いたいと思います。そしてもう1枚は半分のサイズの桜の花びらがよりリアルなイラストが散ってる感じですね。こちらも可愛い。何に使おうかな。はい、こんな感じでですね入ってました。そしてここからスタバマークのこのリーフレットが入ってる用紙があって、ここに、納品書とかがありました。そしてこれは今の桜2025年のオンラインストアショップの、おすすめアイテムリストということで、メッセージ入りのクリアなポーチに入ったアソートセット。このポーチめっちゃ可愛いと思いました。うっかりまたポチッとやっちゃうところでした。すごく可愛かったです。ちなみにこの時私つけペンを今回購入することができたんですけど、実はノートも欲しくて、リングノートですね、狙ってたんですけど、実はオンラインストアの商品ページがオープンするの気づいたのが次の日の朝で、すっかりその日の夜寝てしまってというか、子供たちをお風呂に入れたり歯磨きさせたりでもてんてこまいですっかり忘れていて、と思いつつ朝商品ページを見たんですけど、もうリングノートはきれいさっぱり完売してしまっておりました。しかし一番欲しかったつけペンはゲットできたのでよしとしましょう。ちなみに現在はスターバックスのオンラインショップでもつけペンは完売してしまっております。柿森さんの方ではインクとペンレストセットがありますので、よかったら見てみてください。そして来ました、柿森さんのパッケージ。めっちゃ可愛い、大人っぽいカッパーカラーですかね。白押しが最高におしゃれ。もう拍手です。シンプルなんですけど安っぽくない高級感ありますよね。こうね、箔をちょっと角度変えてキラキラさせるのがすごく好きです。そしてこの真ん中は本革の紐がくるくるしてる感じですかね。裏面はつけペンスターバックスリザーブということで、その商品の内容が書いてあります。ここに柿森さんの顔料インクを推奨しますというふうに表記がありました。今回私は手持ちの染料インクの方で試し書きはするんですけど、今後もし機会があれば柿森さんの超可愛い顔料インクもゲットしてみたいなと思います。めっちゃ可愛い。何回でもこのキラキラさせたい。そしてこれちょっと開けていきましょう。紐がちょっとおしゃれすぎてどうやって開けるのかが最初わからなかったんですけど、ギュッと、はい、もう一回くるっといきましょう。頑張ってくるっとしたら外れます。はい、こんな感じでパカッと開きます。はい、グレーがおしゃれですよね。わー、パッパカパーン。つけペンがお目見えでございます。スターバックスリザーブと入っております。コラボの証、めっちゃ嬉しい。実はずっとこの真鍮のメタルニブのつけペン気になってたんです。
SNS で使ってらっしゃる方がいて、すごく書き味良さそうだなと思って、しかもこの1本で立てて書けば細く、寝かせて書けば太く書けるというのもすごく魅力的だったんですけど、なかなか購入する機会がなくて、今回なんとスタバコラボが出るぞということで、こちらをなんとかゲットすることができました。この箱の中面にはこちらですね、柿森さんの説明書が入ってました。これもしっかりチェックしていきたいと思います。英語版と日本語版があって、お手入れとか使い方は二次元バーコードで読み取れるようになっています。この説明書をですね、しっかり読んで使い始めたいと思います。柿森またはインクスタンドの顔料インクでの使用を推奨しておりますとありますが、今回は先ほどもお伝えした通り染料インクで使っていきたいと思います。お水による洗浄やインクを付け直すことで最初少し書きにくいかもしれないけど、次第に書きやすくなりますよと。ペン軸から取り出す際は回しながら優しく抜いてください。精密に作られているので、強い衝撃を与えるとインクが出づらくなる可能性があるということで気をつけたいポイントです。こまめに水で洗いながらご使用くださいだったり、あとはペン軸の刺す口にですね、インクが詰まってしまうと良くないとか、使い終わったらペン軸を抜いてしっかり乾かしてから保管してくださいなど、いろいろ使い方として大切な内容が書いてありましたので、購入した時はぜひ説明書も隅から隅までチェックしたいところです。はい、こんな感じで可愛いボックスとスターバックスリザーブコラボのつけペン、実際に詳しく見ていきたいと思います。こんな感じでペン先部分が真鍮でできています。ガラスペンと同じように溝が掘られていて、ここにインクを蓄えて紙の上にペン先を置けば毛細管現象で書くことができるという作りになっております。こんな感じでペン先を外すときは結構ゴムでしっかりめについてるので、ポンと飛ばしてしまわないようにしっかり握って引っこ抜くようにしたいところです。はい、作りはすごく単純なので、今までガラスペンとか使ったことなかったっていう方も気軽に使ってみれるのではないでしょうか。結構本体の重さで言うとやっぱ基軸なのですごく軽めです。で、ペン先の真鍮の部分が少し重めといった感じなので、そんなにずっしりしすぎないイメージですね。これが文字を実際にたくさん書いていくとどんな風な書き心地になるのかすごく気になります。それでは今回は私のお気に入りのインクたちでいろいろと書いてみたいと思います。ぜひ最後まで一緒に見てみてください。はい、ということでそれでは早速試し書きをしていきたいと思います。今回用意したのがノートとつけペン、お水とインクです。ノートは私超お気に入りのデザインフィルさんの MD ノートクリームカラーを使います。こちらはインクの発色がめっちゃ良くておすすめです。そしてお水はお気に入りの笛木くんガラスキャニスター。やっぱり可愛くてお気に入りのものを使った方がテンションが上がってめっちゃ楽しくなります。そしてつけペンですね。こちら使うときはこういったペンレストがあると便利です。もしくは箸置きでもいいかなと思います。滑らないようなものを用意してください。そして今回使うのはインク2色プラスラメ入りインクが1色です。こちらは手前味噌ながら私がトノ&リムズさんと作らせていただいております美の世界というインクブランドになります。ブルーグレー系カラーの育児なしのグレー、そして淡めの色、優しいピンクの恥ずかしがりのピンク、こちらラメなしインクを2色試し書きに使っていきたいと思います。そして次がこちらです。ギラギララメ入りのインク、ペリカンのエーデルシュタイン2024年限定カラーゴールデンラピスです。パチ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 、本当にキラキラのラメで本当に美しいんです。昨年数量限定で発売されてめちゃくちゃ人気で、あっという間にその時の初回入荷分がお店さんから消えてしまったというインクになります。ラッキーなことに買うことができたので、こちらのラメ入りインクでもつけペンの書き心地というものを見ていきたいと思います。
はい、ということで今回はこの3色使いますが、まずはベーシックなブルーグレーの育児なしのグレー、そしてその次が淡めのカラーどんな感じかなということでこちらの恥ずかしがりのピンク、そして最後にギラギララメも描けるかなということでゴールデンラピスを使っていきたいと思います。はい、この説明書をねちょっと見ながらやっていきたいと思います。この説明書に書いてあるように最初はペン先についた油分で書きづらいことがあるというふうに書いております。お水でしっかり洗浄したりインクをつけ直すことで次第に書きやすくなりますと書いてありますので、これを実際にですねやっていきたいと思います。まずはこちらティッシュを用意してペン先につけてあるキャップを外して、はい、そしてお水にですねちょっとちょんちょんとつけて拭ってあげて少しこう馴染むようにしていきます。これを多分最初にやっておけば割とインク描きやすいんじゃないかなと思います。やっぱね、油分がついているとインクを弾きやすいと思うのでちょっと丁寧めにやっていきます。こんな感じでいかがでしょうか。はい、ではメタルニブのつけペンを初めて使う私が感じるリアルな書き心地、リアルな正直レビューをこれからしていきたいと思います。それではまずはこちらですね、1色目美の世界育児なしのグレーで描いてみたいと思います。こちらの色はブルーグレーカラーで普段使いのメモとか日記とか手帳とかお仕事用の書き物とかそういったものにも使いやすい落ち着いたシックなカラーとなっております。それでは初めてインクをつけます。どれぐらいつけたらいいの？これぐらいでいいのかな？今半分ぐらいつけました。結構弾いてる感じはしますがどうでしょうか。これは立たせると細くかけて寝かせると太くかけると聞いております。ではおー、滑らかすごいよ。いやー、ちょっとびっくりした。固まっちゃった。そして立たせると、なるほど。いや、これはびっくりした。なんか、ガラスペンとかだとこう、シャ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 ってね、気持ちいい音がしたりするんですけど、万年筆だとシャ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 、シャカシャカシャカとかね、いろんな音がするときありますが、メタルニブのこのペン先は音がしないように感じる。する方もいるかもしれないんですけど、私が書いてる感じは音もなくぬらっと書けるって感じですね。で立たせると細く書けるし寝かせると太く書ける。たった1本ですごい。このインクの色もいい色ですよね。手前味噌になりますが若干紫を感じるブルーグレーがおすすめでございます。ちょっと文字も書いていきましょう。スターバックスですね。まさかつけペンがコラボで出るとは本当に嬉しかった。また再販してくれないかな。きっとねもっと欲しい方いらっしゃると思うんですよ。もしくはかきもりさんの方で販売されてる同じ素材に同じ真鍮のペン先がついたセットとか他の軸の素材種類とかつけペンのペン先の種類とかいろいろありました。ちょっとそちらも見てみるとすっごい楽しいと思いますのでよかったら皆さん見てみてください。かきもりさんのショップのリンクも概要欄に貼っておきます。立たせると細くかけて寝かせると太くかけます。でここら辺で私が気づいたのはやはり書き始めペン先についている油分でインクが出づらかったりすることがありますって書いてあったんですけど、確かにこう今出ましたね、書き始めに若干かすれる時がある。これはインクが十分についていないというよりはもしかしたら説明書にあったように最初の油分がインクを少し弾いているようにも感じます。これはおそらく書いているうちに馴染んでいって気にならなくなるのであまり最初不安にならない気持ちが大事だなと思いました。スターバックス2025年桜ノートとつけペンを狙っていたら気づけば先行販売翌日の朝慌ててページを開いてペンゲット。はい、
ノート欲しかった。ノート欲しかった。仕方ないです。またご縁があるに違いないと思って今はこのつけペンをめでます。はい、こんな感じでちょっとアップで見ていきましょう。やや若干やっぱ書きムラはあります。これはおそらくまだ私がこのペンの書き味に慣れていないからだと思います。この先を当てると細くかけて、面を当てると太くかけるということなので、これはイラスト描きにもぴったりだと思います。そして普段の文字を書くときは縦気味にして細く書けば割と小さな欄とかにも書きやすいんじゃないかなと思いますね。だいたいこう少し寝かせると太字、気持ち意識して立たせると中字とか中細とか、それぐらいの感じでしょうか。ボールペンで言えば 0.7 ぐらいですかね。大事なのは慌ててシャ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 って書かずにゆっくり書くのが大事だなと思いました。滑らかに書けますね。これは大満足です。もうね、次のインク書くのもすごく楽しみですね。はい、こんな感じで。では次は恥ずかしがりのピンクで書いてみます。はい、では早速細字でまずは書いてみたいと思います。こちら今使っている恥ずかしがりのピンクは同じく美の世界インクブランドのインクになります。私がトノアノリムズさんと一緒に手掛けさせていただいておりまして、こちらはちょっと和なイメージで桜色のようなピンクなので、今回のスターバックス2025桜限定アイテムのタイミングにちょうどなんじゃないかなと思って選んでみました。なんかだいぶ最初の色と比べるとちょっと書き慣れてきた感じがしますね。先ほどよりはより自分らしい文字が書けているような気がします。どんな感じでしょうか。そして文字幅も少し安定してきましたね。いい感じ。恥ずかしがりのピンクで書いてみておりますが、ちょっと掴んできたコツとしてはこういう溝が入ったねペン先の部分、しっかり思いっきり立たせることが大事だなと思いました。細く書きたい時はしっかり意識して立たせる。で、寝かして書くときはまあね、そのままの感覚で少し寝かせれば書けるので、細く書く方がコツをつかむのが少し時間がかかるかもなといった感じです。寝かせるっていうこんな感じですね。くるくると今お花を描いてます。このくるくるがバラの花びらのイメージですね。そして絵筆に少しお水をつけてにじませます。はい、くる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 っと。そして茎を伸ばして葉っぱにまたここでね、くるくるくるっと太くなる特性を生かして寝かせて葉っぱを描きました。そしてそこも絵筆で少しにじませると可愛いお花が簡単に描けちゃいます。つけペンと絵筆でこんな風にイラストも楽しむことができます。これをちょっと日記とか手帳の隅っこに書くとすごく気分が上がります。そしてインクの色見本調のイラストとしてもこういったお花を使うのはいいんじゃないかなと思います。はい、かわいいですね。ちょっと慣れてきた。間違いなく慣れてきた。今試し書き始めて5分かな、7分ぐらいなんですけど、立てて書く書き方のコツさえなんとなく掴んでしまえば本当にすっごく書きやすいです。めっちゃ書きやすい。ちょっとね、太さのレンジを見てみます。こちらが立たせて書いた時、こちらが寝かせて書いた時ですね。まずはい、思いっきり立たせます。だいぶ細く書けるようになりました。気持ち寝かせますね。はい、太字ぐらい。さらに寝かせます。さらにちょっとぺったり寝かせます。これだけたった1本のペンで字幅が書けるってなかなか珍しいんじゃないでしょうか。下から立たせて少し寝かせてもう少し寝かせてもっと寝かせて、いろんな書き方を楽しめます。で、桜ですしね、春なのでこういった桜の花びら描きたくなりますね。私たちの世代の桜といえば森山直太朗さんでしょうか。桜
桜今咲き誇る。懐かしいですね。うちの子もね、もうすぐ卒園なので卒園の歌を練習してるんですけど、なんであんな桜の歌とか卒業の歌って泣けちゃうんですかねっていう気持ちでちょっと桜の花びらを描きました。バッチリですね。それでは次はラメ入りインク描いてみたいと思います。楽しみですね。はい。ではラメ入りインクペリカンのエーデルシュタイン2024年限定インクゴールデンラピスラメ入りを使ってみたいと思います。ラメ入りはまずフリ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 してラメをしっかりと攪拌させます。そして取るんですけど、こちらのスターバックスリザーブコラボつけペンは軸が木なので汚したくないですよね。ということで、もしかしたらあんまりラメが取れないかもしれない。これは後々ちょっと後の実験で絵皿に取りますので少々お待ちください。書いてみます。めっちゃいい色。スターバックス。このゴールデンラピスはラピスラズリカラー、瑠璃色のめちゃくちゃ綺麗なビビッドなカラーにゴールデンラメが入っているという超魅力的なインクになります。なのでこうやって遠くからある程度距離があるところから見てもはっきりとしたブルーカラーがわかりますよね。本当に美しい。そして私の書き方も随分と慣れてきまして、より自分の文字だなっていう感じで書けてきてますね。こういう大字とか見出しを書くときは意識して少し寝かせめに書いて太字で書くっていうテクニックを使えるのもこの柿森さんのつけペンならではではないでしょうか。くるくるっと色見本を作っていきます。くるくる。さあラメは取れてるのかな、どうでしょうか。お星様をね3つ書いてからちょっとラメの感じをですね見ていきたいと思います。はい、どうかな、いかがですかね。まだちょっと乾ききってないんですけど、でもキラキラしてますね。キラ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 ゴールドが見えるの分かりますでしょうか。しかしまだまだこのゴールデンラピスのポテンシャルはこんなもんじゃない。もっとラメは見えるはずだということでちょっと持ってきました。こちらフェリスホイールプレスさんのインクウェルでございます。中にラメインクを入れるとこうくるくるっと攪拌できるよというポットなんですけど、こちらを持っておりますので、ここにゴールデンラピスのインクを入れてもっとラメを取りやすくして描いてみたいと思います。さあ楽しみだな。はい、もう一度こちらですねフリフリします。最初にボトルを一旦振って、そして蓋を開けてスポイトでですね吸い取る方がうまく取れるかなと思います。ちょっと気持ちスポイトでも攪拌させて、そしてこちらのカップに入れていきます。実際に使う量よりも少し多めに入れた方が私は使いやすいのでこんな感じにしています。はい、どうでしょうか。中ねラメがいっぱい入ったと思います。でここに直接つけペンのペン先をつけて書いていきますと、おそらくさっきよりはインクたくさん取れるんじゃないかなと思います。どんな、はい、ラメ入りインクってひねりがないですね。はい、キラキラ。でもね、書き味はすっごく良くなってきました。まだたった15分ぐらいしか書いてないと思うんですけど、最初の頃のちょっとこうインクがかすれたりする感じはなくなりましたね。だいぶ滑らかになってきました。そして線を細くしようと思った時も無理なく細く安定した筆記ラインを描けるなといった感じです。描きやすい。拍手。素晴らしい。さあこれでだいぶラメついたと思います。どんな感じかな。でもねこれずっと描いていたくなるなんだか魔力みたいなのがありますね。本当に心地よくてスルスルヌルヌル描けちゃいます。はい試し書きが終わらないですね
太く書くときは少しペン軸から手をずらして斜めにすると書きやすいです。はい。終わらないですね。楽しすぎる。はい。書いて、だんだん太くするのもちょっとお手の物になってきましたね。はい、この太い時はインクの塗り見本、色見本手帳とかを作る時にすごく重宝すると思います。さあご覧ください。キラキラです。ラメラメキラキラ。こんな感じで別の絵皿とか小皿とかにインクを取ればラメ入りもかなりこうやってラメたっぷりで書くことができます。お友達とか大切な方へのメッセージカードとか、めちゃくちゃいいことあった日の日記とか、そういった特別な時にたっぷりラメで書いてみるのもおすすめです。いいですね。こんな感じでいかがでしょうか。本当に書き味びっくり。こんな感じでね、書けましたので、ではお片付けということで、はい、笛木くんガラスキャニスターでしっかりゆすいでいきます。でもこれぐらいゆすげばもうほとんどペン先にインクは残っていないですね。本当にすごい。そして説明書にもあったようにペン先も外して水分をしっかり取るということが大事だと書いてありましたので、錆びてしまわないようにしっかり水分を取っていきます。キュポッと外してですね。はい。この中に入り込んでると知らないうちに錆びちゃったりするので、この辺りもしっかりと拭いていってあげます。そして戻す。中も注意ですね。そして戻したら最初についていたキャップをして箱に戻すかお皿に戻すかっていった感じでしょうか。はい。ではコラボつけペン正直レビュー、いいところと気になるところ。いいところがいっぱいあるのは正直なところ本当なんですけど、気になるところも少しだけあるのでお話ししていきたいと思います。まずいいところはズバリおしゃれ。はい、めっちゃ大事。おしゃれで可愛いと毎日使いたくなりますよね。そのビジュアル面、デザイン面は本当に100点満点だと思います。さらにいいところ2つ目、気軽にインクを使える。つけペンなので本当にもうインクボトル開けてピュッてつけてピュッて書くだけでめちゃめちゃ気軽に万年筆インクを毎日楽しむことができます。文字書きにいい色、淡くて可愛い色、ラメ入りの色、顔料の色、いろいろありますので、ぜひ自分が気に入ったものを使ってみてください。そしてさらにもっといいところとしては、やはりたった1本で細字から極太字、絵筆のような書き味までを楽しめることだと思います。いろんな字幅のペンを使い分けなくていいので、ズボラな私にもぴったりだなと思いました。こんな感じでね、ラメ入りインクをよりたくさん色を見せたいっていう時は、しっかり寝かせて書けば、こうやって太い字を書くことができます。ちなみにラメインクは指でこするとインクのラメの部分が取れてくるので、ページの部分とか手帳に書くときはお気をつけください。そして気になるポイントなんですけど、これは1つ2つかな。はい。1つ目はやはり書き始めの最初は若干慣れるまではぎこちない書き味になると思います。これは私の1色目の色見本と3色目の書き方と見比べてみていただいたらわかるかなと思うんですけど、やはり最初ボールペンとかシャープペンとかカラーペンとは違って自分らしく書けるまでに少し時間はかかると思います。ただその分書き味に慣れてきた時の自分らしい文字とか自分らしいニュアンスっていうのはやっぱり唯一無二のものじゃないかなと思います。はい。では気になる点2つ目。持ち歩きたいけど持ち歩けるのかなといった点です。この最高の書き味を外でも使えたらめちゃめちゃいいなと思いました。ただこちらは専用のペンシースやペントレー、ペンケースなどが販売されているわけではないので、そういったものを揃えてですね、持ち歩けるようにする必要があります。また落としたりとかっていう危険性も出るので、やはり自分のお部屋で
しっかり書くっていうのが最適なのかなとは思うんですけど、これが持ち歩けたらいいなと。もし今この動画をご覧くださっている方の中でガラスペンやこういったつけペン系をこういう風にして持ち歩いてるよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントで教えてほしいです。それを見習って私もお外で手書きやってみたいなと思っています。はい、ということでスターバックスリザーブかきもりさんコラボのつけペン、正直レビューとしていいところ3点、ちょっと気になるところを2点挙げさせていただきました。とはいえ書き慣れるまでの時間も持ち運びをあれこれ考える時間もまた手書きの楽しい時間になること間違いなしだと思います。はい、ということで最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今日はこちらのつけペン、スターバックスリザーブとかきもりさんのコラボについて正直レビューさせていただきました。皆様いかがだったでしょうか？こちらのペン買ったよ、持ってるよっていう方はぜひコメント欄で教えてください。また次回は新商品情報やこういった購入品レビューなどやっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、高評価、通知ボタンポチ、あとメンバーシップもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。